僕そのちょこちょこと友達とご飯食べに行くことがあるんだけど、その行く人によって行く場所が結構決まってて、まずサカタンとご飯食べ行くと、僕とサカタンってさ、食の好みがほぼ一緒で、なんかずっとくら寿司に行ってんの最近で。しかもくら寿司に行くし、サカタンと僕って好きな食べ物が一緒なんだよ、ほとんど。だからくら寿司で頼むやつもあるし、取るやつもあるじゃん。取ると2個ついてんじゃん、お寿司が。それを1個ずつ食べるのその一皿こうフェイト取って、いやこれ美味しそうじゃないこれって、食べようよって言って、なんか1個ずつ一緒に取って食べるみたいな。いやこれはなんか炙りの方がいいかもねみたいな話をしながら食べる。毎回くら寿司で、ガチャポンを貯めてから、お皿を貯めてから一緒にガチャポンを回して、大体それをやってから、サカタンと遊ぶときはくら寿司行って食べて、その後ゲームセンター行ってクレーンゲームやって、なんかうろうろしてみたいな感じかな。なんだよ。で次は浦田さんなんだけど、浦田さんとご飯食べ行くときは絶対にいいご飯を食べるんだよ。浦田さんとはなんかね、多分浦田さんは多分ね、一回一回の食事とかそういうのを多分結構大切な思い出にしたいタイプの人だと思うんだよね、浦田さんは。だから結構ね、一つ一つこんなお店行ったねとか、あんなもの食べたねとか、そういうのを結構大切に覚えてくれてるタイプなんだよね、浦田さんって。いやなんかイベントなんだよ彼は、の中では。僕とご飯に行く何気ない、もう僕からしたらさ、友達とご飯行くだけだし、なんかさ、あれなんだけど、浦田さんは結構大事に、いやあんなとこ行ったよねみたいなことを細かく覚えてくれてるタイプだから、なんかね、ちょっとお高いお店に行く。で今回もホルモンを食べに行こうって話になって、ちょっと美味しいホルモン屋さんに行って、予定通りホルモンを食べた。その前は鉄板焼きだった。本当個室とかさ、半個室とかのお店を取って、結構ね、いやもう本当にだからあれだよ、お店に行って、しかも変装してお店に行って、出てすぐタクシー乗って帰るみたいな感じ。浦さんは割とそういう感じ。あれも大切にしてるしね、そういうさ、こうなるべくこうプライベートな時間みたいなの大切にしてるタイプだし、そう意外とそういう感じで、今度一緒に買い物に行こうって言ってる約束をした。浦さんはそういう感じで、キヨとイブくんはなんか別になんかどこのお店に行きたいとかは多分ないんだけど、とりあえずなんかその、あんまりあれかな、変なこと言うとあれなのかな、キヨがさ、めちゃくちゃ偏食っていうのかな、なんかね、多分同じもんしか食べない人なんだ、多分彼は。僕が記憶してる限りだと、なんかそのここのこういうものを食べたいが、なんかこれが好きが多分めちゃくちゃ固まってて、俺はなんかそのキヨと結構付き合い長いけど、キヨはタン塩以外食べてるところを見たことがないんだけど、なんかね、焼肉屋さん、コス焼肉屋さんに行って、大体で、3人、今回は3人やったけど3人で一生同じもの食べて、終わった後に真っ暗になってる。大体すごい夜遅い時間集まるからで、真っ暗な時間に3人でなんか裏通りみたいなところをなんか結構長い時間散歩すんの、歩くって感じかな。だからなんかうろうろして、なんかすごいこうぼーっと歩きながら、夜風に当たってベラベラ喋りながら帰るって感じ。でもなんかそこに目的は絶対ない。なんか何かをしたいとかそういう目的はなくて、なんか友達で絶えもない話をして歩くみたいな感じかな。それこそなんかすごい時なんて何キロ歩いたかな。なんか絶対そのタクシーで移動しても30分2、30分くらいかかりそうな距離をなんか何時間かけてテクテク歩いたりとかあるな。2人は特にそういう感じだな。割と2人とも不思議な人だから。で大体いつもうちの下まで来てくれる。なんか僕歩くの最初あんま好きじゃなかったです僕がなんかすぐ楽したい人だからさ、だからそのうちの下まで来てくれるならって言って、うちの下まで2人とも来てくれて、でそれとあとこれからの季節はさ、ちょっとあれなんだけど、あったかくなってくると虫が出るじゃん。セミも出るし、いろんな様々な虫も出るし、動物も歩いてるし、で僕それがめちゃくちゃ苦手なんですよ。虫も出るし人通りも多くなるじゃん。それがすごい苦手で、それを伝えてあるんだけど、大体そういう時は家の下まで来てくれる僕が苦手だから家の下まで送ってくれる。いや優しいよね。なんか圧倒的に僕がそういうのが苦手だっていうことを知ってるから、多分2人とも僕の家を一番最初に行ってくれて、僕を一回家に返してからみんな帰るみたいな感じにしてくれる。優しいよな。いやいい友達を持ちました本当に。我ながら情けない。でもそういえばなんか外にご飯食べ行くって大体その4人かな。